皆さん、こんにちは。藪基礎デッサン講座の藪下です。基礎デッサン初級編第18回目の課題はブロックです。形、比例、材質感、固有色、立体感、空間、構図などに注意してデッサンを進めます。モチーフを大きく捉えることで立体感や空間を表現し、細部を描写することで材質感やそれらしさを表現します。ブロックはこれですが、書き出す前にブロックをよく観察して、大きさや縦、横、高さの長さの比率、重さや表面のざらついた感じ、両線のガタガタした感じを確かめてください。ブロックは重たいですが、できれば持ち上げてみてブロックの重さを実感してみることをお勧めします。皆さんご存知でしたか？ブロックは積んだ時に下側になる方が隙間が小さくなっています。実際に寸法を測ってみると、下側の方が書きやすい寸法になっていますから、今回は下になる方をこちらに向けてデッサンをしています。モチーフの形や色や構造や手触り、重さなどを理解している方が確実に良いデッサンが描けると思います。モチーフのことをよく知ることが魅力あるデッサンにつながりますから、これはデッサンを始める前の準備運動みたいなものです。画用紙は八つ切りの大きさ38センチ ×27 センチと、鉛筆は三菱ユニの 2H から 4B までの濃さの鉛筆を使いました。ブロックは八つ切りサイズより大きなモチーフですから、実物より少し大きく描きたい方は四つ切り画用紙を使ってください。また鉛筆は濃さによってこのように色分けしていますから参考にしてください。制作時間は3時間30分でした。動画の再生速度は前半は3倍速で、明暗表現の途中から4倍速、最後の書き込みは6倍速にしました。必要に応じて 0.5 倍速や 0.25 倍速の再生速度にして鉛筆を動かす速さを確認してください。この動画を最後まで見れば制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などがわかると思いますから、最後まで見てぜひ参考にしてください。それではブロックのデッサンを始めましょう。まず最初に当たりを取ります。光源は左斜め上にあります。大体の位置と大きさを薄く描きます。鉛筆を軽く持って筆圧を抑えて薄く描いてください。当たりを描くときは見た目の感覚で描いていきます。鉛筆は HB を使い、芯先と指の間の距離を空けて長く持ち、型から動かすつもりでスピーディーな線を描きます。描き直すときも消しゴムで消さずに上からどんどん描いていきます。モチーフが一つですから、いつものようにブロックの影のできる側と下側の空間を反対側よりも広く取っています。デッサンが描けてくると、ブロックの材質感や重さも表現され、ブロックが重力で下に沈んだように見えて、下側の空間が窮屈に感じられるのを防ぐためです。影もモチーフの一部ですから、全体のバランスを考えてブロックの位置を決めます。形を描いていきます。ブロックの左右の両線の位置と手前の両線の位置を決めます。手前の両線は垂直線で、画用紙の縦の縁と平行にしておきます。左右の両線は垂直もしくは心持ち内側に傾けても構いません。手前の両線の下の位置を決め、台紙に接しているブロックの底面の左右の両線を描きます。この両線の傾き具合で、どの高さからブロックを見下ろしているかが決まりますから、少し慎重に角度を決めていきます。測り棒を使って傾斜を確かめています。測り棒を使って手前の縦の両線の長さを基準に、左右の側面との長さの比率を確かめたり、各両線の傾斜を確かめたりしながら形を描いていきます。測り棒で形を確かめるときも1回で済まさずに何回か繰り返します。そうすると大体の近似値は出てきます。左側面の長さの真ん中あたりに印をとっています。手前の両線に形の比率を割り付けて形を描いています。
先ほど書いた真ん中の印を頼りにブロックの開口部分の形を割り付けて書いていきます。手前の開口部分の形をしっかり書き、縦横の比率がらしく書けているかを見ています。少し縦が短かったので形を修正しています。手前の開口部分を基準にあと2つの開口の形を書いています。これで形は完成ですが、二点通しの約束が守られているかを再度確認します。もし形におかしな部分があれば修正しておいてください。このような幾何形態は少しでも視点がずれると傾斜や比率が変わりますから、まあこんなもんかなというところで構いません。あまり形にこだわりすぎて疲れ果ててしまわないようにしてください。形が描けたら不要な線、形からはみ出している線は消しゴムで消し、濃くなりすぎた線は練りゴムで薄くしておきます。最後に消しゴムや練りゴムの消しカスを跳ねぼうきで払っておきます。明暗を書いていきます。使用する鉛筆は明るい上の面は 2H から HB、中間の明るさの左側面は H から B、右側面や開口部の暗い面は B から 4B、台紙上の影は H から 3B を目安に薄い鉛筆から使って濃さを上げていきました。最初にどこから光が来ているのか光源の位置を確認しておきます。次にブロックの暗い部分、明るい部分を確認します。ブロックの右側面から書き始めます。B の鉛筆を使っています。ブロックの各面は平面ですから直線を使って書きます。ブロックの両線に平行な線や暗さや色のつながりに沿った直線を引きます。直線が曲がってしまうと平面ではなく曲面になりますから、いつも直線を引くことを意識します。基本的に立方体における明暗のでき方と同じですから、まだご覧になっていない方は初級編1の立方体による明暗を再度確認しておいてください。暗い開口部も形に沿った線を使って暗さや色味のつながりを書いていきます。この段階でも手前から奥に行くに従って少し弱く書いておきます。ブロックは大きなモチーフですから、手前と奥の強弱をしっかり書くことで立体感やブロックが置かれている空間を表現します。手前は強く濃くはっきりと書き、奥に行くほど弱く薄くぼんやりと書きます。この意識を常に持って書いていきます。左側面も両線と平行な線を使って書いていきます。全体の大きな明暗を書いていますから、微妙な色味の変化は無視して長い直線を使ってざっくり書きます。このような直方体の場合、基本的な線の方向は両線に平行な線プラス矢印の頂点を中心とした三角形を描くような斜めの線を使います。ブロックの場合はブロック表面の肌質の感じを出すために、デッサンが進むといろいろな方向の短い直線を使って表情をつけます。上の面も両線と平行な線と三角形を描く斜めの線を使って描いていきます。面の変わり目の暗さや濃い陰影を中心に描いていますが、手前と奥の距離感を常に意識します。極端に表現する必要はありませんが、手前は強く濃くはっきりと描き、奥は弱く薄くぼんやりと描きます。角線が短くなりすぎないように、できるだけ長い直線を引きます。また同じ暗さにならないように、明暗に差をつけて描いていきます。開口部の暗さも面の変わり目の暗さや濃い陰影を中心に描いていきます。手前のアクセント的な鮮やかな暗さに対して奥は沈む鈍い暗さになることを意識しておきます。また奥の方は暗くて形がよく見えませんが、
両線と平行な形に沿う方向の線を使うことを忘れないようにします。開口部は3つ並んでいますから、手前に対して奥に行くほど弱く書いておきます。奥に行くに従って濃い鉛筆から薄い鉛筆に変えるのも一つの方法です。手前の開口部は 3B を使い、奥の開口部は 2B の鉛筆を使っています。ブロックの両線の少しガタガタした影を拾いながら接地面の影を描きます。この時も手前に対して奥に行くほど少し弱く描きます。接地面の影はとても暗いですから、手前より奥を弱く描くことで奥行きの空間を表現できます。台紙上の影も大まかに描いていきます。ブロックの底面の両線の方向と水平方向の線を使って描きます。台紙は平面ですから直線を使って描いています。線が曲がってしまうと台紙が膨らんでしまいますから気をつけてくださいね。大まかな暗さを描いているのですが、台紙上の影も同じ暗さであれば手前より奥を弱く薄く描いておきます。明暗の大きな変化は面の変わり目にできますから、そこを中心にデッサンを描いていきます。面の変わり目の両線付近の欠けによる暗さを他の部分よりも一歩先にしてデッサンを進めながら右側面を描いていきます。面の境目の欠けや小さな段差の形はそれほど明瞭ではありませんから、見えている程度に描いておきます。また左右両側面とも台紙からの反射光や上の面の明るさとの対比から台紙に近いほど明るくなります。分かりにくければ初級編1で使った白い立方体を置いてみると、この明暗差ははっきりと分かります。この部分も面の境目のブロックの欠けによる暗さを強調的に描いています。まだまだ全体の大まかな明暗を描いています。面の境目の欠けはブロックの形の大きな特徴です。特徴的な形を他の部分よりも一歩先んじてデッサンを進めることで、それらしさが早く表現され、デッサンが進めやすくなります。面の境目の暗さを強調しながら開口の部分を描いています。開口部分は暗いですが、形に沿った線を使って大まかな明暗変化を描いておきます。3つある開口部分も手前と奥の距離感を意識して
手前は強く濃くはっきりと描き、奥に行くほど弱く薄くぼんやりと描きます。常に今描いている部分が全体の空間の中のどこにあるのかを意識しながらデッサンを進めます。左側面を描いていきます。全体の明暗を意識しながら上面と左側面の境目の形の欠けを強調的に描いていきます。またブロックの表面の多少色味の変化や荒れた肌質の感情を出すために短い直線を使って描いています。左側面の上部と下部での反射光と上面の明るさとの明暗対比による明るさの変化も観察します。左側面の全体の明暗を描いています。デッサンは細部を書き込むことで全体の明暗の不備が見えてきたり、また全体の明暗を書くことで細部の描写の不足が見えてきたりします。全体から細部へ、細部から全体へと行きつ戻りつしながらデッサンは進みます。また時々2メートルほど離れた場所にデッサンを置いてデッサンとモチーフを見比べてください。そしてゆっくり確認してからデッサンを再開します。見る、確認する、書くのサイクルです。上面を描いています。上面はあまり色味が濃くありませんが、四隅と真ん中で明暗を比較しながら長い直線を使って描いていきます。ここまで書いてきて開口部のバランスがどうも気になって仕方がないので少し修正を加えています。1.5 ミリほど後ろにずらしています。このように線書きの時には気がつかなかったことも明暗の調子がついてくるとふるいに気がつくということはよくありますから、修正できるものは修正しておきます。両線付近の欠けによる暗さを強めながら右側面を描いていきます。両線の欠けによる明るい部分を練りゴムで明るくしています。暗く描いた部分とこの明るさで両線のガタガタした感じが表現できます。面と面が出会う両線付近は欠けているところが多いですから、そこを描くことでブロックの材質感の表現にもつながります。右側面は大きな影の中にありますが、面の上下の明暗の違い、面の前後での明暗の違い、形の面の向きによる明暗の違いなどをよく観察して描いていきます。こういう稜線や溝の暗さも一本上司にならないように、
明暗の強弱を観察します。接地面のガタガタした暗さを強めながら台紙上の影を描いています。台紙上の影も随分と明暗の変化がありますからしっかり観察します。同じ暗さであれば手前の影よりも奥の影を弱めて描いています。影を描写するコツは台紙の平面的に広がる平らな形を描くつもりで描きます。この部分の暗さを強めながら開口部を描いていきます。開口部は全体的に暗くて明暗が見分けにくいですが、左側面との面の境目付近は明暗対比で鮮やかな暗さになるはずやと考え、また奥まっている部分は暗くても鈍い暗さになるはずやというふうに目で見た情報に加えて理屈で考えて描いていきます。ただし目の前にモチーフがありますからしっかり観察することが一番大切です。そして自分が考えていた理屈に間違いがあればすぐ修正を加えます。準備編1のデッサンについてでお話ししたようにモチーフに対する概念を常に更新する気持ちを忘れないようにします。残りの開口部の明暗も同じ要領で書いていきます。開口部は3つ並んでいて同じような明暗変化ですが、奥に行くほど弱く書くことを忘れないようにします。短い直線を使って左側面のより細かな明暗変化や色の変化を描いています。両線の形の掛けや面の上下での明暗の違い、面の前後での明暗の違いをよく観察して描いていきます。部分部分の観察になりますが、全体の明暗の中でどの程度の強さなのかを意識して描いています。長い直線を使って上面の明暗を描いています。ブロックによって多少の個体差はありますが、上面に色味の変化が多少ありますので、それも描いています。鉛筆を動かしている時でも頭を動かさずに目線だけはモチーフと画面を往復させ、明暗を常に検討してください。また右側面に戻ってきてより細かな書き込みをします。
稜線付近の形の欠けによる明暗の強さ、面の上下による明暗の強弱、面の前後による明暗の強弱、形の面の向きによる明暗の強弱、色味の変化などに注意して書き込みを進めます。開口部もさらに書き込んでいきます。手前の鮮やかさに対して奥の鈍い暗さや面の向きによる明暗、影と影の明暗などに注意して形や明暗のつながりに沿う方向の直線で書いています。真ん中と奥の開口部も同じ要領で書いていきます。形の変化や明暗対比で明るく見える部分を練りゴムで明るくしています。練りゴムは自由に変形させて叩くように使ったり、こするように使ったり工夫してみてください。明るくした部分の調子を整えながらさらに書き込みを続けます。時々2メートルほど離れたところにデッサンを置いて、モチーフとデッサンをゆっくり見比べてくださいね。距離を置いて見ることで自分のデッサンを客観的に見ることができます。そして改善点をしっかり確認してからデッサンを再開します。デッサンが完成に近づくにつれてこの作業を何度も繰り返します。デッサンを描いている時には気がつかなかったことも、こうして距離を置いてみるとはっきりわかることも多いですから、この作業はデッサンでは欠かせません。欠けによる暗さやブロックの肌質による色の変化を短い直線を使って描いています。この肌質もブロックの特徴の一つですからよく観察して描きますが、そっくりそのまま写すなんてことはできませんから、それらしさが出ていれば OK です。また形の欠けや肌質の表現も手前はしっかり描き、奥に行くほど弱く描くことで奥行きの空間を表現します。
小さな色味の変化を描いていると全体の大きな明暗から外れることもよくありますから、いつも全体の明暗を意識して小さな色味が外れないように鉛筆を大きく動かして全体の調子も描いていきます。小さな色味の描写はいろいろな方向の短い直線を使って描き、肌のそれらしさを表現します。長い直線を使って全体の調子を整えています。左側面の接地面の形の欠けや影も強めます。手前は強く、奥は弱くを忘れないでくださいね。上面の奥の両線も明暗の強弱を拾いながら描いています。奥の両線も形の欠けやざらつきがありますから、一本上手の直線にならないようによく観察します。上面の明暗や色味を描いています。長い直線を使って四隅と真ん中で明暗の変化がありますから、全体が同じにならないようによく観察します。背景との色味の兼ね合いで随分と明暗は変化しますが、今回は明るい順に1から5で明暗を描いています。ここから6倍速再生にしています。さらに書き込みを続け、それらしさを表現していきます。練りゴムで形の欠けによる明るさや色味の強弱、明暗対比によって明るく見えている部分などを明るくしています。鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などは今までと同じです。右側面からさらに書き込みを続け強めていきます。この部分が一番手前にあり強くなりますから、手前と奥の距離、空間を意識して最後の調整です。開口部の奥まった暗さは 2B の鉛筆を重ねて発色を抑えています。
練りゴムで明るくした部分の調子を整えながら左側面の最後の書き込みです。全体の明暗、ブロックの各面、接地面の影、台紙状の影、ブロックの両線付近の形の欠けによる明暗、肌質や色味の表現などに注意して書き進め完成させます。この辺りで完成にしておきます。はい、皆さんいかがでしたか？ブロックは基本的に直方体の形で、直方体の穴が3つ等間隔に並んで開いています。いわば幾何形態の組み合わせですから、どこか一つ間違うと全体の感じに違和感が出て、ちょっと厄介なモチーフですが、形を描く練習には最適なモチーフやと思います。デッサンが完成して、ブロックのずしっとした重さと存在感が出ていれば嬉しいものです。皆さんはこの動画を最後までご覧になったので、制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などがなんとなく分かってもらえたと思います。デッサン上達の近道は、多少の理屈を理解して目で見てデッサンのやり方を覚えてしまい、自分で実際にデッサンをして理解をしっかりしたものにすることです。今度は皆さんがブロックのデッサンをぜひしてください。それでは今回の要点をまとめます。1、二点透視図法による約束を守る。今回は基本の直方体プラス開口部が3つと両線の数が多いですが、いつも二点透視図法の約束が守られているかを確認する。2、台紙からの反射光、手前と奥の距離、隣り合う面との明暗差などに注意して明暗表現をする。3、両線の形の欠けや表面の肌のざらつきによる色味の変化をしっかり描写することで材質感を表現する。4、目で見た情報に加えて、ここはこうなっているはずやという理屈も活用してデッサンをする。ブロックのデッサンの説明は以上です。次回の初級編第19回はバナナのデッサンをします。チャンネル登録、高評価、コメントもお願いしますね。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さん、ごきげんよう。